これは最強のバグなのよ。この効果をなぜ使わないのか。全員の人に顔が似てないって話はすごいした。それってもう別人なわけよ。脱落した人がその中に含まれています。じゃあ育児先生はどうしてんのよっていうね。はい、こんばんは、かかげでございます。今回のね、配信はですね、コロソさんのね、イクシー先生のね、講座の方、どんな講座なのかなっていうのを、かかげと一緒に見ていただきたいなと思っております。サムネ映えするイラストだったり、統一感のある SNS の作り方。イラスト、うまいだけではダメですよね。まだその先にあるよというところを、イクシー先生の動画の方で見ていきたいなと思っております。じゃあ、一番最初から見ていきましょうか。皆さんこんにちは。イラストレーターのイクシーと申します。よろしくお願いします。ここからは去年私が私的に数人の人を集めて3ヶ月ほどいろいろとアドバイスやこうしたらいいんじゃないかみたいなお話をさせていただいて、それによってフォロワー数やいいね数が伸びた人たちを実例として SNS の戦略についてお話しさせていただきます。まずメディア欄を見させていただいて、メディア欄の半分くらいが絵と関係ないようなお話を画像付きでやられていたので、まずこういう投稿を極力しないようにお願いしました。ガチャ結果書いたりとか、あとジャンルの統一ですね。いくつかの二次創作をやられていた方だったんですが、この方の場合はちょっと一個だけのジャンルに絞って、ジャンルの統一をしてキャラクターを描いていくっていう話をさせていただきます。まず、ジャンルの統一っていう話になってますね。ここ、ものすごく重要な部分で、なぜジャンルを統一するのか。まずね、みんなイラストレーターなんだから、イラスト見に来てるよねっていう話で、他にどんなのあるのかなって言った時に、次流れる作業でやるところってやっぱりメディア欄よね。で、メディア欄のとこなのに、名詞の画像だったりだとか、見る側になった時に、やっぱそれは嫌よね。絵だけ見たいなって思うのに、やっぱ探すのって面倒だなってなってくるじゃない。てか、あれこの人ってあんまりイラスト上げてないのかなっていう風にも思っちゃうから、やっぱ勘違いされちゃうよね。ここってポートフォリオとしてうまく機能してる部分だったりするから、ここをうまく活用しようねっていう話をね、続きいきましょう。実際僕が最初の方にやった例ですね。基本的に体がよっぽど崩れてない限りは顔の修正ばかりお願いしました。これに関してはもうずーっとお話しさせていただいてました。ほぼ全員の人に顔が似てないって話はすごいした。実際ちょっとずつ改善していって、この方は最終的には5桁いいねとか、多いと5万いいねとか。よく言ってることですね。ここに補足を入れるのであれば、まず個性とか入れたいなって思うけど、それって絵師のただのエゴなのね。見てる側からすると、絵を描ける人に求めているものっていうのは、公式さんみたいな見たことないものを見たいわけ。全く顔が似てないとかだったりすると、それってもう別人なわけよ。一般の人からすると。いや、そこも個性じゃんかっていうのは、それは絵師側の立場であって、一般的な人からするとそこは全然関係ないのよ。だからみんながその個性とか言ってるのは後の話。まず見る人側の気持ちを考えましょうというところですね。で、全員ではなかったんですけど、色影の選定で最近逆光が流行ってるんで逆光がいいんじゃないかなみたいな感じで提案してくれたんですが、順光でいいですよ。基本的にこの方が選んだジャンルが明るいキャラクターが多いジャンルだったので、順光でお願いしますって。これに関しては流行りとかを受けるよりは、キャラクターに合っているかどうかと自分がやりやすいかどうかの方が結果的にクオリティが上がりやすいと思ったので、よく見るよね。逆光のイラスト。ここに関してもね、よく聞いておいてください。逆光は絵師が好きなだけだということ。逆光っていうのは、かっこよさだったり、怖さとか、暗さとかを表現するものであるから、逆光ってかなりシチュエーションに合わせて使うやつなのね。このキャラクターって別にこんな暗い感じじゃないのになっていうイメージを持たせてしまうのよ。それ本当にキャラクターに合ってるのかっていうところですね。これはもうほぼ全員ですね。9人全員にお願いしてたんですけど、目線がとにかく合ってなかった。本人は目線を合わせていたつもりだったみたいなんですけど、どうしても目線が合っていなかったので、徹底的に何回も目線をこちらに合わせるように誘導はさせていただいてます。で、物があって、これを見ているみたいな絵を描くのであれば、目線は合っていなくてもいいんですけど、そういう場合じゃなくて、特に理由がない場合に関しては、こちらを見ているような、イラストの方が伸びやすいですよって話をしました。実際こちらもしっかりこっちを見るように修正を入れていきましたね。よく口にしてる気が
がするな。この目線合わせに関しては、ドキッとさが違うのよ。配信画面だったりすると画面がちっちゃいじゃない。画面がちっちゃかったとしても、今、イクシー先生が修正された、右のイラストと左のイラスト、どっちの方がついつい見ちゃうかなっていうのは、右側のイラストの方がどうしても見ちゃうと思うのよ。この効果をなぜ使わないのかっていうお話やね。これは最強のバフなのよ。どんだけまだ絵が上手くなかったとしても、目が合ってしまったっていうのは何かが始まるきっかけになっちゃうのよ。だから僕がよく言うのはね、絵を見てもらう切符と思って目線はしっかり合わせようねって言ってますね。あと、この方は一回万バズって言ったらいいんですかね。その時にやっぱ注目度が高いので、投稿頻度を無理やり増やしてもらえませんかみたいなお話はしました。実際にガーってやることによってフォロワー数バーって増えた時期があって、どこかのタイミングでイラストが伸びた時は、ちょっとフィーバータイムだと思って一生懸命ガーって上げると伸びやすかったりします。もう一個良かった点としては、伸びた時に対してきちんと喜んだりすることですね。例えば自分が書いたジャンルが、いわゆる YouTuber さんが VTuber さんだった時、サムネイルに使ってもらったりしていただけることがあったり、こうやって喜ぶところはきちんと喜んだ方がいいかなと思っています。なぜかというと、やっぱり応援してる側も本人が応援してくれて喜んでいるんだなっていうのとかをちゃんと表現できていると、やっぱり応援しがいがある。ただちょっとやりすぎると多分自慢になってしまうんで、ほどほどではいいんですが、フォロワーが定着しやすかったりします。次に投稿頻度を上げたっていうタイミングの話になった時ね、万バズした時に投稿頻度を上げろって指示されたと思うんですよ。これは簡単な話、イクシーちゃん、カゲコちゃんでめちゃくちゃバズりましたっていう風になったとするじゃない。じゃあ、その時っていうのはみんなカゲコちゃんだったり、イクシーちゃんを調べまくったり、イラストを描いてくれた人に対してファンがギュッと集まってるわけ。その時に対しては、その V ライバーさんのファンがあなたのアカウントを監視してくれてる状態だと思ったり、その時にカゲコちゃん、イクシーちゃんを描いてるっていう風になってくると、この人描き続けてくれるんかもしれないってやっぱ思っちゃうよね。その時はやっぱりフィーバータイムよね。そのフィーバータイムをどれだけ維持するかってとこね。だから投稿頻度を上げれれば上げるほど、フィーバータイムがちょっとずつ長続きするっていう話。あと繰り返しになってしまうんですけど、ジャンルの統一ですよね。ジャンルを絞るべきかどうか、流行の追うべきかなんですが、統一に関しては、やはり最初の頃は僕はした方がいいと思う。実際、もう9人全員はこれは、ジャンルの統一をお願いして、ジャンルを追うか追うべきじゃないかっていうのとかも、これすごい判断迷ったんですけど、今回の場合は、あまりにも外れている場合は、流行のジャンルを追ってもらったんですけど、結果的にこれは良くなかった。なぜかっていうと、やっぱ興味がないものを課せてしまったので、3人ぐらいがちょっとそれで困ってて、そのうち脱落した人がその中に含まれています。だからちょっとこれは僕反省点だなと思っていて。ここ、ちょっと僕なりにね、補足させていただきたいと思います。やっぱりその人気ジャンルを追いかけるべきっていう考えは絶対間違ってはないんですよ。注目されているっていうことはみんなが見てる状況だったりするので、そこに飛び込んでいくっていうのは間違いなく人に見られるきっかけ作りにはなると思うんですよ。そこの中でもね、やっぱり人気ジャンルがちょっとあまり好きじゃなかったっていうところで脱落しちゃう人ってのはもうめちゃくちゃあります。僕自身もこれはめちゃくちゃ経験あって、このゲーム自体は好きだけど、このゲームのこのキャラだけが好きなんであって、他のキャラクターは別に好きじゃないしなっていうのもありますし、どんだけそのゲームがすごかったとしても、キャラに刺さってないしなっていうので書かないっていうのはすごくあったりするから、そこでも人気ジャンルに食いつける方法というよりかは僕なりのやり方で言うんだったら、ここで統一っていう言葉にもうちょっとね、幅広く考えればいいのよ。例えば、同キャラでやる統一もあるんだけども、みんなゲームのジャンルだけを考えすぎなのよ。統一っていうのは違うゲームの似たようなキャラクターを描けばよかったりするわけよ。美人なお姉さんっていうポジションのキャラクターがいてたりするじゃない。じゃあ、美人のお姉さんが好きな人っていうのは、美人なお姉さんが好きなわけだから、他のソーシャルゲームの美人のお姉さんでもいいのよ。そのゲームにこだわりすぎずに、別のところのゲームジャンルのお姉さんを描けばいい。
ゲームのジャンルはバラバラかもしれへんけども、だけど全員美人なお姉さんが揃うわけよ。ということは統一されてるよねっていう。ただ人気のやつって書いてくると、メディア欄で言うと、実はめっちゃバラバラになってんね。それよりかは、ただただ同ジャンルっていうのをゲームジャンル以外のものでの同ジャンルとして書いてきたりすると、メディア欄に大変美人なお姉さんだらけになったりして、最終的には統一されたメディア欄になるよっていうところですね。じゃあ受けやすい絵ってどんなのなのかっていうお話を今からしていただきたいと思います。ちょっとどうしても書きたいモチーフが出てこないとか、そういう人向けに話をしていきます。例えばなんですけど、本当に一例なんですが、衣装替え。例えば誰かが新衣装が出てくるみたいな話になった時に、シルエットだけ公開して、そのシルエットに合わせてちょっと衣装を予測してほしいな、みたいなお話があると思うんですが、そういう時に積極的に参加してみたりとか、もしくはもうそれが発表された後、その新衣装で書いてみるとか、非常にネタとしては新鮮でいいかなと思います。実際にやっぱり新衣装を書いてあげたら、割と反応良かったりはすることが多いので、探してもいいのかなと思います。絵のネタの恒例ということで。こちらですね、VTuber さんに限った話じゃなくて、人気のソーシャルゲームの衣装チェンジとかでも全然使えるネタですね。というよりこれで、うちの生徒は数人ぐらい、万発どころか10万発いってる子とかもいてたりしたぐらい、このネタっていうのはすごく鉄板だけどめちゃくちゃ受けやすい。髪型をチェンジするとかでも全然いいですね。でもう一個のネタとして、キャラごとに結構誕生日とか設定してたりするんで、そういう時にそのキャラを描くぞってやるのは結構有効ですね。毎日誰かの誕生日だったりするぐらいキャラクターっていうのは世界で溢れてるので、そういうのを見つけて、終わったアニメとかで全然好きな人は好きですし、ソシャゲなんかはもうほんとキャラ数が凄まじいことになってるんで、こうやっていっぱい描くのはすごいあり。いやー、これさすがだなって思いましたね。誕生日を狙うっていうの、らーって思った。どこが一番いいかってなると、そのキャラクターの誕生日を把握してるっていうのは、かなり熱量が高い人たちばっかりだから、そこを逆に狙い撃ちさせるってすごくいいですね。ソーシャルゲーム1日1人っていうわけでもなさそうだから、これぐらいの投稿頻度だったりすると、なかなか上げやすいとこやし、なおかつピンポイントでそのソーシャルゲームが好きな人たちを狙い撃ちできるっていう、ここはすごくいいポイントだなって思いましたね。あとは単純に、一生懸命描いたイラストをなかなかいろんなタグ入れてるのに言ってもらえてないよって人は、画力の問題はもちろんあるかもしれないんですけど、結構高確率でトリミング技術と対しては無頓着な方がいらっしゃるのではないかなと思って、これは本当にきついと思うんですけど、実際に採用されているイラストと見比べてみたり、バズってるイラストと見比べてみるっていうのが非常に重要になってくるので、ちょっときついかもしれないですけど、ぜひ実物のトリミングされたイラストやサムネイルと横に並べてみるのがおすすめです。育児先生が他の人のイラストをサムネ映えしてるなっていうところを真似ましょうって言ってらっしゃったと思うのね。じゃあ、育児先生はどうしてんのよっていうね、参考でいただいてる画像がこう何個かあるんだけども、共通点としてメインもやっぱり可愛いかな、綺麗だな、かっこいいかなっていう顔をやっぱり見てるから、入ってたとしても、基本的にはバストアップが多いかなと。切り方としては、もう大体余白がキャラだけだったりすると、結構余白あるなって思ってるかもしれへんけど、これってハテナとか入れてるよね。これとかもエリア的にはこれぐらい見えてるわけね。これで抜いたりすると、だいぶ余白ってないよね。7割ぐらいはキャラクターだったりイラストの情報に使われてらっしゃるのよね。それぐらいの距離感でイクシー先生は描かれてらっしゃる。やっぱ手に届く範囲ぐらいだね。こういうところをね、みんな真似していきましょう。自分の絵が迫力ないなっていう時は、とりあえずイクシー先生のイラスト見て研究すればいいかなってところかな。今説明してるのはごく一部なので、他のところも見たいっていう方はこちらのクーポンぜひ使って講座の方を見てください。まあ、うちじゃおなじみかなって思うけども、ホロソさん、一応紹介しておきますね。こちらです。ホロソとは、業界トップクラスの専門家たちのノウハウをオンラインで学ぶという目標で作られたオンライン教育サービスでございます。ホロソとはスペイン語で巨匠という意味を持つ言葉。最初はイラスト講座だけだったのですが、今ではライブ 2D、MV、作曲、サブカル分野も様々なプロたちが講座を出しています。ちなみにうちも動画編集講座出します。技術の隅から隅までね、かゆいところまで手が届くみたいなね、感じになっております。イクシー先生の講座。今回第1弾
弾、第2弾のね、セットの講座になっております。そちらのクーポンぜひ使って講座の方を見てください。で、他のね、ピクシー先生以外にもね、講座、こちらの使えるクーポンコードもありますので、ぜひともご検討してみてください。みんなでコロソを買って神絵師になりましょう。